FX で9割の人が負ける理由を知っていますか？実は、その逆を行くだけで一気に勝てるトレーダーへ近づけます。今回は、大衆心理を逆手に取ったチャート分析と FX への取り組み方を見直して、トレードの質を劇的に向上させる方法をお伝えしていきます。まずは、一般大衆が考えることを考えてみる。まずはチャートを見て、FX の相場参加者たちが考えるであろうことを考えてみます。例えばあなたは、このチャート画像を見て、これからどっちに動きそうだと思いますか？上昇すると思いますか？それとも下落すると思いますか？このチャートだと、下落トレンドだとわかりますよね。このような場合、多くの相場参加者は、ここからさらに下がる。だからブレイクを狙おうと考えて売りでエントリーをしてきます。この考え方は、下落トレンドなのを正しく判断できている証拠なので正解です。もしあなたがこのチャートを見て、下落トレンドだと判断できたなら、あなたには FX で勝つために必須の力であるトレンドを読む力が備わっている証拠です。しかし、ここから一歩踏み込んで、大衆とは逆の考え方ができると、よりトレードの質が良くなります。大衆心理の逆を考えると見えてくるもの。このチャートでは、普通に大衆心理を考えると、ブレイクしてさらに下がりそうだから、売りでエントリーをしようといった判断になりますよね。でも、ちょっと待ってください。ここで一回立ち止まって、逆の考え方をしてみませんか？つまりこの場面で、売らないという選択ができないかを考えてみるのです。まず、もう一度チャートを見てみると、下落トレンドが続いていますよね。そのため、下へブレイクして下がると思うのは当然のことなのですが、例えばこのチャート画像の黄色丸あたりで売りポジションを持っている人たちはどう考えていると思いますか？仮にあなたがこのような位置から売りポジションを持っていたら、今現在の状況を見てどう思うでしょうか？もし、そろそろ利食いをしたいな、と思ったなら、あなたにはかなりセンスがあります。この画像の黄色丸あたりで、売りポジションを持っていて含み益になっている人たちも、当然ながら、下にブレイクするかも、と考えています。しかし、下にブレイクするかも、と考えてはいるのですが、そのこと以上に、そろそろ反転しそうだな。だから利食いをしようかな、と考えているのです。なぜなら、チャートを見てみると、ずっと下がっていますよね。これは、下落トレンドが強い証拠なのですが、逆の考え方をすると、売りポジションが溜まっているので、いつ反転してもおかしくない、と考えることもできます。つまり、今の状況というのは、売りポジションの決済が出やすい、ということになります。このことから、売りの決済は反対売買の買いになるので、売っている人たちの多くが利食いをしてきたら、ここから上昇しそうなのが想像できます。このような逆の考え方をすると、売ろうと思っていたのが、逆に売るのは一旦やめておこう、という全く逆の考え方をすることができますよね。では実際に、この後の動きがどうなったかを見てみると、次のようになりました。一気に上昇していってますよね。ということは、含み益を抱えていた人たちの多くが決済をしてきた証拠です。このように、チャートから大衆心理を読むにしても、一方向の読み方だけでなく、その逆からも読むことで、次にどの方向へ動きやすいのかといったことがなんとなく見えてきます。今回の場面であれば、売りエントリーを考えるのではなく、売らないという逆の考え方ができると、一番下で買うのは難しいかもしれませんが、ブレイク売りを狙って損をするということは防げますよね。もしあなたがこのチャートを最初に見たときに、下落トレンドだから売りなんだけど、なんか嫌な感じがするから今は売りたくないな。これに似たような感覚を一瞬でも持ったなら、かなりトレードセンスがあります。これは相場参加者の心理を雰囲気で感じ取れているので、この部分を言語化できるようになると、一気に化ける可能性が高いです。それではもう一つの場面も見てみましょう。例えば、現在のチャート状況がこの状況だったとしましょう。上昇トレンドの状態なので、買いでエントリーを考えている人が多くいる状態です。ただ、長い時間上昇トレンドが続いているので、買いが溜まっている状態でもあります。下の方から買いポジションを持っている人たちは、大きな含み益を抱えているので、いつ利食いをしようかと考えています。ということは、
買いの利食いが出て、いつ下がってきてもおかしくない状況です。では、その後の動きを見てみましょう。高値圏でしばらく揉み合ってから大きく下落していきましたね。この時の下落していく過程としては、まず高値をつけた後に、押し目買いが入って一旦上昇しています。しかし、直近の高値にすら届かずに下落していきました。この動きを買っている人たちが見たことで、高値の更新に失敗したな。じゃあ、買いの力が弱ってきたかも、と判断して、少しずつ買いポジションを利食いし始めます。ただし、そうは言っても、まだ上昇トレンドなので、新規の買いも入ってきます。よって、もう一度押し目買いが入って上昇します。しかし、ここでも買いが続かずに、少し前の高値にすら届かないで下落しています。この動きが出た時点で、買いポジションを持っている人たちは、直前の高値にすら届かなくなるということは、もう上がる力はないんだな。利益がなくなる前に決済をしておこう、と判断して、かなりの数で決済が出ます。これによって、直近の安値を下へ抜けて、少し強めの下落になりました。このあたりになってくると、買いを考えていた人たちも、ここから買うのは危なそうだな、と感じているので、それほど新規の買いが入ってきません。だから、最後にもう一度買いが入ったのですが、直近の高値にすら届かずに下落していますよね。この動きが出たことによって、買いポジションを持っている人たちは、これはもう完全にダメだ、と判断して利食いをしてきます。また、このあたりからは、押し目で買ってきた人たちの決済や損切りも出始めます。さらにこれに加えて、上昇の力が弱いと判断した逆張り売りを狙っている人たちも売りでエントリーをしてきます。よって、買いの決済と新規の売りが入ってくるので、ダブルの売りパワーとなって強く下落していきます。あとは、下落が進むにつれて、買いの損切りや新規の売りが増えていくので、下落が加速していきます。このように、大衆心理を一つの方向からだけではなく、別の方向からも考えることで、トレードの質がより良くなります。ちなみに、今回の場面では、上昇トレンドの状態から大きく下落していますが、そうならないことも当然あります。下落しそうだと思っていたのが、結局押し目となって、さらに上昇していくことも普通にあります。例えば、次のような感じです。上昇トレンドの状態で、高値圏で揉み合った後に、さらに上昇していますよね。こういうこともあるので、このチャートの読み方が 100% 必ず成功するわけではありません。しかし、高値圏でポジションをつかまされて、無駄な損失を防ぐことはできるので、トレードの質は上がっていきます。どちらかというと、勝ちトレードを増やすのではなく、負けトレードを減らして、トレード全体の質を底上げするイメージです。もし、このようなチャートを読む方法を身につけたい場合は、まずはこの動画から見てみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。負けてる人たちと逆のトレードをするのも効果的。FX の世界では9割の人たちが負けているなんて言われますよね。そして、この負けている人たちのトレード内容というのは、トレンドに逆らった適当な逆張り、急騰急落で飛びつき、損切りをしない、無計画な難品をする、短期トレードでポジポジ秒、入ればでトレード、といったことになります。仮に、9割の人がこのようなことをしているなら、FX の世界では、この9割の人が一般大衆になります。ということは、この逆のことをすれば、1割の勝ちトレーダー側に入ることができるのです。あなたも経験がありませんか？損切りをしなかったり、適当な逆張りをしたりして、余計な損をした経験が、私は何度もあります。昔の負けまくっていた頃の私も、これらのことをすべてやっていて、1000万以上のお金と、5年以上の時間を失いましたから。ですから、チャートの読み方以外に、トレードに対する内容に関しても、一般大衆の心理とは逆の行動をとれば、トレードの精度が上がることになりますよね。FX に対する姿勢や行動も、大衆と逆を行くと、早く結果が出る。FX に対する姿勢や行動も、一般大衆の逆を行くと、早く結果が出るようになります。先ほどもお伝えしたように、FX の世界では、負けてる人が9割なんて言われています。そして、
このような人たちの FX に対する姿勢や行動というのは、早く稼げるようになりたい。楽して稼ぎたい。といったような姿勢や行動です。まさに昔の私自身です。早く稼げるようになりたい。FX をしている人であれば、誰しもが早く稼げるようになりたいって思いますよね。これはある意味当然の考えなのですが、この考えを持ってしまうと、検証せずにすぐにリアルトレード、ハイレバレッジでトレード、無駄にトレード回数が多くなる、といったことが起きやすくなります。そして、これらの行動が大損を引き起こして、逆に FX での勝ちから遠ざかってしまいます。過去の私自身も思いっきりこれらの行動をしたせいで、あっという間に1000万のお金が消えました。しかもこの時って、早く稼げるようになりたい気持ちから、仕事を辞めて、ニートで FX に集中する選択をしてしまいました。そしたら、稼ぎがゼロになったことで、早く稼ぎたい気持ちがより一層強くなって、ハイレバレッジで余計なトレードをしまくっていました。その結果、あっという間にお金がなくなって地獄を見ました。この時のことについて、詳しく知りたい場合は、この動画を見てみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。楽して稼ぎたい。FX で負けていた頃の私は、楽して稼げるようになりたいという考えも持っていました。こういう考えを持った時に取る行動としては、他人をミラートレード、自動売買で放置、といったように、自分で考えたり行動したりせずに、他人や物に頼った行動をします。しかし、残念ながら、このような行動をしていては、FX で長く勝ち続けることは不可能です。特に私が負けていた頃は、他人のトレードをコピーするのが流行っていて、これに便乗すれば楽して稼げるな、なんて考えてしまい、1ヶ月に5万円もするようなメール配信を受け取っていました。でも実際にやってみると、自分の性格に合わないトレードスタイルだったので、そのメール配信通りにトレードができずに、結局、大損していました。これは、ルール通りにやらなかった私が完全に悪いのですが、大元は楽をしようとして他人に頼ったことが原因です。自動売買に関しても、放置してれば勝手に資金が増える、という考えを持つと大損します。自動売買自体は FX で勝つことができるのですが、相場状況に合わせてシステムの調整をしたり、入れ替えをしたりする必要があります。このことを知らなかった私は、放置しているだけで簡単に稼げると思い込んでしまい、自動売買に手を出して完全に放置をしていました。そしてある日、資金が増えてるかななんて楽しみに口座残高を確認してみると、ほぼゼロになっていました。これも他人依存の姿勢が引き起こした大損でした。もし、今のあなたがこのようなものに手を出さずに、FX で結果が出ていない状態なら、それは FX での勝ちが明らかに近い証拠です。そのような場合は、今回紹介したようなチャートの読み方などを習得すれば、結果が出るスピードが上がると思います。FX は他人依存ではなく自分依存。FX で勝てるようになるには、結局、最後は自分次第です。自分の現状を把握して、何が悪いのかを見つけていき、それを改善していくことが一番の近道になります。FX をしている9割が負けていると言われていますが、この動画をここまで見てくれているあなたは、その9割には入っていません。今は結果が出ていないかもしれませんが、ここまで真剣に見てくれているということは、間違いなくあなたには FX で勝つための力が備わっています。ただ、今持っている自分の力をうまく活用できていないだけです。その力を発揮させるのに、大衆心理を読むことが役立ってほしいと思って、私はこの動画を作りました。だから、他人は気にせずに、自分自身だけに集中して、FX へ取り組んでいきましょう。あなたなら、勝ち組の1割に入れる可能性が非常に高いので、焦らずに日々の鍛錬を続けていきましょう。ちなみに、この話は、チャートから大衆心理を逆に読む、ということとは関係ないように見えるかもしれません。ですが、負けている人の心理とは逆の行動をしていくので、大きく考えれば、大衆心理を逆に読んでトレードをしていくのと同じことです。まとめ。今回は、FX で大衆心理を逆に読んでトレード精度を上げる方法についてお伝えしてきました。チャートの読み方というのは、一方向だけでなく、他の方向からも読んであげることで、
別の見方もできるようになり、トレードの質を上げることができます。そこに加えて、FX に対する姿勢や行動も、負けている人とは逆のことをすると、結果が出るスピードがさらに速くなります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。